おばちゃん。ちゃん。二人ともよく来たね。改札を出て駆け寄り、抱きついてきてくれる弟の忘れがたみの二人を抱きしめながら、頬をすり寄せると、二人ともきつい汗の匂いがした。髪もベタついていて、肌も浅黒い。何日かお風呂に入っていないようだ。着替えも随分としていないのか、服はうっすら汚れ、匂いもする。悪い予感がした。私の名前はちなみ。スーパーにパート勤務する39歳の兼業主婦だ。たった一人の弟、亮太が自動車事故で他界したのは今から3年前のことだった。私たちは二人きりの師弟で幼い頃から仲が良く、義妹の紗恵子さんとの結婚が決まった時も両親より先に私に会わせてくれたほどだ。それだけに弟の突然の死は私にとってこれまで経験したことのないほどの悲しい出来事だった。せめてもの救いは事故の際、亮太が運転する車の助手席に乗っていた紗恵子さんと後部座席のチャイルドシートにいた2人の子供たちが無事だったことだ。事故当時、上の海星が3歳、ゆりながまだ1歳だった。海星でもお父さんの記憶はうろ覚え、ゆりなに至っては全く覚えていないという。結婚前、スナックのホステスをしていた紗恵子さんは、しばらくして再びスナックに勤め始め、海星とゆりなを育てている。女手一つで2人の子供を育てるのはいろいろと大変だろうと手伝いに行くと申し出ても、遠いんで大丈夫です。と、いつもそっけなく断られていた。紗恵子さんたちは地方都市に住んでおり、私が住む田舎とは電車で3時間ほどの距離のため、そう頻繁に会うことは難しい。2人の子供たちのことが気になってはいたが、うちにも息子がおり、パート勤務もしているので、日常の忙しさに紛れて忘れがちになっていた。そんな時、義妹から社員旅行に行くから子供たちを預かってほしいと連絡があった。子供たちと会うのは弟の3回忌以来1年ぶりだ。駅のホームで待っていると、手をつないで現れた2人には弟の面影があり、それだけで私の涙腺は緩んでしまう。再会の嬉しさから一転、2人の衛生状態があまり良くないことに気づき、2人が持たされていたリュックの中身を確認すると、着替えが入っていなかった。家へ帰る途中で衣料品店に立ち寄り、当座の着替えを買って帰った。2人と一緒にお風呂に入る。お風呂おっきい。おっきい。キャッキャとはしゃぐ2人の髪を洗う。おばあちゃんが海星の髪洗ってくれるの？今日はおばちゃんが洗ってあげるね。やったー。笑顔ではしゃぐ2人。なんて可愛いのだろう。しかし髪の毛は全く可愛くなかった。最初は全然泡立たず、2回目もダメ。3回目でやっと泡立った。一体何日お風呂に入れてないんだろう。海星、前にお風呂に入ったのっていつ？家でお風呂入らないよ。お風呂に浸からせたことがないという意味だろうか。それじゃあシャワーは？シャワーは、ママがお休みの日だから日曜日。今日は土曜日だ。なんと6日も経っている。お着替えは？お着替えも一緒。私は愕然としながらも、紗恵子さんもスナック勤めが忙しいのかもしれない。事情を聞いてみないことには、と思いを巡らせていた。気持ちいい。タオルおっきい。海星のお家のタオルは小さいの？うん、半分くらい。スポーツタオルを使わせているんだろうか。
バスタオルを買うお金がないんだろうか。それにふわふわだ。いい匂い。すごーい。カイセイのお家のタオルはふわふわじゃないの？うん、いつも濡れてるよ。衝撃的だった。乾いていないタオルを使わせている。ということは、カイセイ、シャワーはどんな順番で入るの？ママが入って、それでカイセイが入って、それでユリナが後から入ってくるから、カイセイがユリナを洗ってあげるの。カイセイがユリナの髪や体を洗ってあげるの。いいお兄ちゃんだね。へへへへ。ママはカイセイやユリナを洗ってくれないの？うん。私はもうこの時点で目が潤んで仕方がなかった。だからカイセイは私が髪を洗ってあげるとあんなに喜び、バスタオルが濡れていないというだけで驚いたのだ。サエコさんは自分がシャワーを浴びるとカイセイを入らせ、ユリナの世話をさせ、自分の体を拭いたスポーツタオルで二人に体を拭かせている。さらに驚いたのは、二人がドライヤーを使わせてもらっていなかったことだ。ママのボワボワだ。ボワボワ。ドライヤーで乾かしてあげると、それだけで二人は大興奮。お風呂から上がって急いで洗った新品の洋服に袖を通すと、二人は見違えて小ざっぱりとした。おばちゃん、お風呂って気持ちいいね。気持ちいい。私は二人が可愛くて不憫で、ぎゅーっと抱きしめておいおいと泣いてしまった。ごめんね、二人とも。ごめん。おばちゃん知らなかった。本当にごめん。おばあちゃん泣いてるの？どうしたの？どっか痛い？ちゃん、痛い？キラキラとした大きな目で心配そうに覗き込んでくる二人がたまらなく可愛かった。ほどなくして夫と息子の蓮太郎が帰宅し、4人は再会に大喜びした。いつもは甘えっ子の蓮太郎がお兄ちゃん顔をして遊んであげているのを横目で見ながら、私は夫にお風呂で会ったことを話した。それはなんとかしなくちゃだな。弟とも仲の良かった子煩悩の夫が弟の忘れがたみである二人を放っておくわけがなかった。私たちはまた夜にでも詳しい話をすることにした。私の実家で親族が集まり、二人の歓迎会を開くことにしていたからだ。実家は代々続く農家で、家も昔ながらの一軒家だ。その大広間に両親やおじ、おばにその子供や孫たち、合わせて親族20人ほどが集った。ほう、大きくなったね。こっちにおいで。ばあちゃんに顔見せて。どれ、おじちゃんがお小遣いあげよう。まあ、りょうたに生き写しじゃない。ほんと、小さい頃のりょうたにそっくりだわ。などと、一度にたくさんの大人たちに囲まれて、二人ともすっかり萎縮している。見かねた蓮太郎が二人をかばいながら、じいちゃんたち寄ってたかって、もう海星たちが怖がってるよ。と叫んだ。一同がどっと笑い、賑やかな会食が始まった。わあ、すっごい！お皿がたくさん！長机にずらりと並べられた大皿料理の数々に、二人とも驚いた様子だ。普段はサエコさんと三人の食卓だから、こうした大皿を使うこともないのだろう。一人ずつの子供用のプレートにでもよそわれ、三人で食卓を囲んでいるのだろうか。しかし、そんな私の予想ははるかに裏切られた。悪い方へ。食べ始めてしばらくして、海星が言ったのだ。おばあちゃん、
ご飯があったかいよ。あったかい。え、温かいご飯嫌い？これ大好き。おいしいね。ご飯ってあったかいもんじゃないの？ご飯ってあったかいの？いっつも？ご飯っていっつもあったかいんだよ。そうか、ご飯ってあったかいんだ。おいしい。ゆりな、おばあちゃんちのご飯、柔らかいね。柔らかい。その場にいた全員が凍りつく。やっと口を開いたのは夫だった。海星、いつもご飯は誰と食べてるんだ？ゆりなと。ママは？ママはお仕事だから。だから。ご飯はテーブルに置いてあるの？冷蔵庫。冷凍庫。朝は？朝ごはんはどこに？冷蔵庫だよ。まあ、その場にいる全員が驚いたり、目頭を押さえたりしていた。中にはすでに大粒の涙を流している者もいた。ご飯を食べ終わると、途端に二人とも眠くなったようだ。広間から襖を隔てたところに布団を敷き、二人を寝かせて、私が間に入り絵本を読む。うわー、おばちゃんが読んでくれるの？そっか、ママは海星が眠るときお仕事だもんね。ゆりな、おばあちゃんとねんねしていい？いいよ。眠り間際、海星が言った。おばあちゃん、お布団って柔らかいんだね。ふわふわ。ふわふわ。私は涙腺が崩壊してしまった。亮太、今までごめんね。これからこの子たちは私が守る。天国の弟に私は心の中で固く誓った。泣きながら広間へ戻ると、親族が誰一人帰らず、神妙な面持ちで待っていた。私はお風呂場での出来事も、布団での海星の言葉も、すべてをみんなに報告した。ほとんどの者が涙を流し、おえつをこらえきれずにいた。さえこさんは何をしとるんじゃ。ほんと、だからホステスなんてさせるんじゃないって言ったんだよ。怒りを口にする者もいた。そして母がぽつりとこぼしたのだ。子供たちに冷たいご飯食べさすために仕送りしてるんじゃないわ。え、お母さんたちも？ちなみも？実は私は夫と話して、弟の死後、さえこさん家族の生活の足しになるようにと、毎月仕送りをしていた。両親も同じことをしていたとは。いくら？うち5万円。うちも同じだ。合わせて10万円の仕送りをしていたとは。それに児童手当を合わせると、さえこさん家族には毎月12万円の固定収入があったことになる。その夜、私たちは深夜まで話し合い、散会した。3日後、さえこさんが実家に子供たちを迎えに来た。ママ！飛びつく子供たち。これ、お土産です。わあ、ありがとう。みんなでいただくね。さあ、上がって上がって。大広間にずらりと並んだ親族たちに驚くさえこさん。子供たちを庭へ遊びに出し、途端に緊張するさえこさんに、私は海星から聞いた話をした。なるべく感情が入らないように努力したが、親族たちは抑えられなかった。さえこさん、おじさんとこからとちなみ姉ちゃんとこから
毎月10万円も仕送りもらってるって本当なの？それだけの金があってなんで薄っぺらい布団に亮太の子が寝かせられなきゃいけないんだ？ご飯もだよ。お金がないわけじゃないんだね。たった2人で晩ご飯も昼ご飯も食べてるんだろ？あの子たち普通のご飯を温かい温かいって言ってふわふわで美味しいって、私はかわいそうで見てられなかったよ。子供同士でシャワーしか浴びさせてもらわないんじゃ赤まみれになるに決まってるわ。朝も飯が冷蔵庫にあるってことは朝帰りしてるのか？さえこさん、いい人でもいるんじゃない？それで帰ってこないの？そんな母親が肩を出した派手な服着て、髪も染めてメッシュっていうのか？子供の髪も洗ってやらんくせに。ネイルもメイクも派手だわ。いかにも夜の女って感じで。そもそもなんで亮太はこんな派手な女を嫁にもらったんだ？次第に紗恵子さん個人へブチギレていく。だいたいホステスって男の人とお酒を飲むんでしょ？結婚してる男ともな。ほう、やけに詳しいね。同伴とかもあるんだよね。一緒にご飯食べてからお店に行くの。連れて行ってもらえるんでしょ？高いお寿司屋さんとかフレンチとか。くっそ、紗恵子さんだけうまいもん食って、あの子たちは冷たいご飯。硬いお布団で2人でママママって泣きながら眠ってるんだわ。紗恵子さんはずっと下を向き一言も発しない。紗恵子さん、あなたに任せてたら将来あの2人半端もんになっちゃうんじゃないかって心配してたのよ。半端もんとは定職に就かずブラブラとしている若い人のことだ。そんな半端もんの大人になってしまうのは私たち親族の間では家庭環境によるものが大きいとされている。半端もんを出してしまうのは親が親族が悪いから、すなわち一族の恥なのだ。半端もんだけはいかん。あの世で亮太に顔向けができんぞ。紗恵子さんがやってることは一歩進むと育児放棄、ネグレクトだよ。それだけの金を何に使ってるんだ？まさか男か？2人はうちで引き取る。うちでも引き取れるよ。それまで黙って聞いていた紗恵子さんが突然畳に手をついて土下座した。ごめんなさい、ごめんなさい。子供たちのことを放っておいてごめんなさい。でも引き取りたいとか勘弁してください。そのまま突っ伏して号泣してしまった。ちょっとみんな待って待って、そんなに寄ってたかって紗恵子さん泣くしかないじゃない。紗恵子さん、ごめんなさい。でもみんなそれぞれにどうしたらあの2人を冷たいご飯と硬いお布団から助け出せるのか考えてのことなの。申し訳ございません。あのね、紗恵子さん、私たちあなたに感謝してるの。亮太亡き後、海星とゆりなを今まで育ててくれて本当にありがとう。いえ、今までって何ですか？まさか本当に子供たちを引き取りたいとか？もしかして海星とゆりながこちらで暮らしたいとか言いました？嫌です。私、子供たちと離れて暮らすとか絶対嫌ですから。途端に立ち上がり子供たちのもとへ向かおうとする紗恵子さん。違うの待って、違うから早とちりしないでね。落ち着いて座って話を聞いて。はい。お礼もなんだけど、私たち紗恵子さんに謝らなきゃいけないと思って。女性が一人で誰の手も借りずに2人の子供を働きながら育てるって並大抵のことじゃなかったはずなのに、私たちの配慮が足らなかったわ。本当にごめんなさい。この通りです。私が頭を下げると、一回ブチギレたことで腹の虫が収まったのか、夫
両親、親族一同がざっと頭を下げる。いえいえ、そんな、皆さんやめてください。私の方こそ、ほんとごめんなさい。さえこさん。私、お母さんからもお姉さんからも仕送りいただいていたのに、生活ギリギリにしてご飯とかお風呂とか服とかケチって、それでいろいろと2人にも我慢させちゃってました。シャワーのこととかも全然気づかなくって海星に任せっきりで、あの子すぐ僕に任せて、ゆりなといい子でお留守番してるからって言ってくれるんで、つい私も甘えちゃって。海星いい子に育って。母の涙腺が崩壊している。お母さん、大事な孫たちなのに本当にごめんなさい。もしかしてそれで子供たちがこっちが良くなってこっちで暮らしたいって言い出したんじゃないかって心配したの？はい。私がすぐにケチって貯金ばかりして何も買ってあげないから、電子レンジも壊れたっきり買ってなくて、それでいつもご飯冷たいんです。電子レンジは買い替えようか。ちょっと待って、貯金してるの？はい。送っていただいたお金にプラスして毎月。亮太さんと子供たちが生まれた時に言ってたんです。大学とか本人たちが行きたいって言ったらちょっと無理してでも行かせてあげようねって。私、自分に学がないばっかりにホステスしかできないから、せめて子供たちにはって思って。サエコさんは自分の贅沢や遊びのためにお金を使っていたわけではなかった。子供たちの将来のためにちゃんと貯金してくれていたのだ。この時点ですでに泣いている親族もちらほらいる。それでとにかくこの子たちのために稼がなきゃって思って、朝はお弁当工場に行ってるんですけど、来年海星が小学校に上がってお弁当になるので、それが悩みの種で。ああ、それで朝も家にいなかったの。はい。朝帰りかと思って心配したよ。よかったよかった、いい嫁だ。でもそれじゃ今は若いからいいかもしれないけど、体が持たないわよ、サエコさん。私たち子供たちだけじゃなくあなたのことも家族だと思ってるから、もうちょっと私たちを頼ってくれないかな。でもいいんですか？今までだって仕送りとかしていただいてるのに。それでね、実はここからが本題なんだ。質問なんだけど、今住んでいる町には何か特別な思い入れがあるの？いえ、特には。私は両親とも早くに他界していますし、亮太さんとの思い出があるくらいです。それじゃあ職場には？いえ、スナックも弁当工場も時給がいいから働いているだけです。ちょっと聞きにくいことを聞くんだけど、その特別な存在の男性とかいらっしゃるの？そんな人いません。私は天国の亮太さん一筋です。髪をメッシュに染め、がっつりとメイクをしたド派手ネイルのサエコさんが頬を赤くしながら亡き夫への思いを語ってくれるのは姉として嬉しかった。見た目と違ってまあ純情なこと。どっとみんなが笑い、サエコさんは一層頬を染める。それでは問題ないな。親戚一同こくりとうなずく。サエコさんに提案だ。こっちへ引っ越してこないか？でも私みたいなのには働き口が。それでこれは一つの提案なのだが、まずはうちの近所の職業訓練校で経理事務を習ってはどうだろう。職訓なら勉強しながら手当が出る。でも私すっごい頭悪いんで。大丈夫。私も職訓に行ったんだ、40代で。あそこものすっごく丁寧に教えてくれるよ。
そのおかげで私も卒業できたの。あんたが卒業できたんなら、サエコさんは大丈夫だ。あはははは、と一同が笑う。卒業したら、このおじが経営する製材所に事務の仕事があるので、勤め口はある。ちょうど長年勤めておった事務の女性から辞めたいって言われてるんだけど、後任が見つからなくてね。サエコさんがその気になってくれたら、若い人に来てもらえて助かるんだよ。若い ?37 歳の私が？若い若い。その人はもう先代からだから80代だよ。またドット一同が笑う。住まいはうちの実家の貸し屋を一棟開けるように手配しといた。家賃は月に2万円でいいから。今の家賃7万円なんです。夜子供たちだけにしちゃうのが怖いんで、オートロックのマンションにだけはしたくて。サエコさんは子供たちへの愛情がなかったわけじゃないと分かって、私は心底ほっとした。ユリナの幼稚園のお迎えはうちと母たちに任せて。仕事から帰ってきたらうちにお迎えに来たらいいから。うちから貸し合いは徒歩2分くらいだし、スーパーも病院も徒歩圏内で近いわよ。貸し屋には畑も一緒についてるから野菜を育てたらいいし、きっとお魚やお肉、卵なんかもたくさんもらうわ、この人たちから。うんうんと親戚一同うなずく。お家賃と食費が浮く分、お金も貯まりやすいんじゃないかな。それとね、嬉しいことにこっちの小学校給食よ。給食ですか？それはでかいです。それに何よりあの子たちと夜と週末はずっと一緒にいられるわ。夜と週末はずっと夢みたい。そう言うとサエコさんの両目から涙が一気に吹き出した。ごめんね、今まで一人でずっと大変だったね。よく頑張ってきたよ、サエコさんは。たまらず私はサエコさんの頭をポンポンとした。お姉さん、そのポンポン、りょうたさんに似てますサエコさんに抱きつかれたところに子供たちが帰ってきた。ママとおばちゃんがハグしてる。昴生も。ゆりなな。4人のハグができたところに、最後に息子の蓮太郎も遠慮がちに入ってきて5人のハグができた。どれわしも。おじさんはダメだろう。またドット湧いて、その後は盛大にサエコさん家族の歓迎前祝いが開かれた。宴の後、酔いつぶれて寝てしまう人、片付けをする人、子供を寝かせに行く人とそれぞれに分かれて過ごしていると、園にいる私のもとへサエコさんがやってきた。お姉さん、本当にありがとうございます。これで私も亮太にちょっとはお姉ちゃんらしいことできたかな。亮太さん嬉しがってると思います。お姉さんのこと本当に大好きだったから。うるっとしている私たちの耳に昴生の寝言が聞こえてきた。アフ